こんにちは、MD ジャックです。前回は夏休みを取ったので、初めて動画の出演を休みましたが、あいみみコンビがいい感じでまとめてくれました。また任せたいですね。こんにちは、あいです。定番のレフトポジションからお送りします。今回はプレッシャーから解放されて伸び伸びしていますよ。でも、メインナビゲーターは狙ってたんだよね。そうなんですけど、狙うのとやるのとでは全然違いましたよ。ドキドキしました。さて今回はナイス HCK のダイナミックドライバーのフラッグシップモデル、トップガイのレビューで、価格は2万円台中盤ぐらいです。最近だと CCZ のプルームが2万円超えでしたが、プルームは製造中止の情報を目にしました。そうみたいだね。プルームの音も個人的には好きだけど、トップガイの第一印象はかなり良かったよ。派手な音質ではないけど、すごくいいバランスに感じたね。そうなんですか。後で聞いてみようっと。パッケージ内容は写真の通りです。6N の OCC ケーブルがバンドルされていて、リケーブルしなくても十分な気がします。ジャックは 4.4mm、バランス接続用なのがいいですよね。全ダックに直接させるからね。 2.5mm バランス接続用と 3.5mm アンバランス接続用の変換ジャックもついているから全く問題ないね。イヤピは2種類7サイズ、ケース付き、マグネット付きのケーブル帯、それと説明書類。このカラーの背面プレートはこんな感じで光の当たる角度で模様が変化するタイプです。他には3色設定があって、それぞれ模様が一点物のようですね。ドライバーはチタンマグネシウム合金ダイヤフラムコイル搭載の新型 10mm ダイナミックドライバーです。高度の高い素材を薄くし、その精度の高さが性能の鍵となり、それを柔軟に振動させることで明瞭さと緻密な音質を実現しています。シェル素材は航空機グレートのアルミニウム合金が使用され、高軸 CNC 機械加工プロセスを経て滑らかできめの細かい仕上がりになっています。ピンクノイズの測定では左右のレベル差が 0.3 デシベルぐらい、左右の周波数特性の差もほとんどなく、精度の高い調整がされていました。装着感はどうでしょう、ミミーちゃん。はいはい。写真の通りイヤーフィンの出っ張りがあるけど、それほど極端ではないのがいいね。重さが片耳 7.6g だから、まあまあの重さだと思うけど、有線モデルで手話だけするから安定するし、重さが問題に感じることはないと思うよ。写真だと厚みがあるように見えるけど、背面プレートからノズル先端までが 21mm、KZZAS が 22mm、T-Hi-Fi T5 が 22mm だから、サイズ感は同じだね。イヤーフィンが当たる部分は耳に穴を開けて、以前より自然な装着写真が撮れるようになったよ。はい、ミミーちゃんありがとう。穴開けたなんて痛くなかったの？大丈夫大丈夫。この耳型に仮詰まいしているようなもんだから。なんたって妖精だからね。あ、そうだったわね。じゃあ、ミミーちゃんまたね。では、音質比較動画に行きましょう。今回はダイナミックドライバーモデルの T-Hi-Fi T5 を比較対象にしてみました。イヤピはスピンフィット CP145 を使用。ケーブルは T5 にトップガイ付属のケーブルが形状的に合わなかったので、それぞれの付属ケーブルを使用しています。今回はトップガイをモデルとしたイヤピの波形比較の動画と、トップガイに似た波形のモデルはどれだろうという動画を後日アップします。どちらも短い動画になりますが、興味がおありでしたらご覧いただければ幸いです。では、こちらの波形をご覧ください。スピンフィット CP145 って音収録では初めてじゃないですか？そうだね。その理由は別動画で説明するね。
低域があまり出ていないように見えますけど。波形で見ると物足りなく感じるけど、他の帯域を邪魔せず耳に優しいのに存在感はしっかりあって、物足りなさはほぼ感じないよ。500Hz から 1kHz 付近の減衰がかなり少なめで、この帯域の音もしっかり出してくれます。2.5kHz 付近にピークがありますが、ピンクノイズの基準ラインからのレベル差は 5dB 程度で、極端なものではなく、4kHz 付近でも 4dB 以下です。CP145 でも 6kHz 付近はある程度減衰させてくれる特徴があって、さらに上は 8kHz 付近にピークがありますが、ここもピンクノイズの基準ラインからのレベル差は 4dB ほどで、振れ幅としてはやや小さめです。全帯域で見ると、コーティのレベル差が 10dB 以内に収まっており、経験上、このレベル差だとフラットを意識したチューニングになっていると思えます。強調する部分が少ないゆえ、低域も高域もしっかり効かせてくれますし、中域の音も強調の犠牲にならないので、芯のあるバランスのいい音情を展開してくれています。なんだか、こないだの SK10 の動画で、愛が EQ 補正した後の弱ドンシャリセッティングに少し似ている気がします。コーティのレベル差を縮めたくなるのは、ジャックさんと好みが似ているってことなんですね。まあ、そういうことになるね。最初は派手なドンシャリがインパクトあるから惹かれるけど、ある程度の音量で聞いた時の耳への負担とかを考えると、コーティのレベル差が少ない方が音量を上げやすくなって、結果的に全体がよく聞こえるから、自然とこういうバランスが好みになっちゃうんだよね。そしてこれが T-Hi-Fi T5 をピンクで重ねた比較波形です。50Hz 付近のレベルは同等ですが、そこから 4.5kHz 付近にかけては T5 の方が控えめで 4.5kHz 以上でそのレベルが逆転することから T5 は高域寄りのモデルであることがわかります。実音でもトップガイに比べ感触系で、中域から中高域はスッキリで、ボーカルの存在感も割とあっさりしており、高域はシャープで、シンバル系は結構耳に残るというような聞き心地になります。T5 は広域をちょっと絞りたくなってしまうことがあるので、バランスという観点ではトップガイの方が好みです。音情は T-Hi-Fi T5 と同等に広く感じます。T5 の場合、広域が強めに出ているので残響音などの分有利に感じますが、トップガイはこの特性でも同等に広く感じるのがすごいところです。分離は当たり前ですが、旅 A モデルのような分離感とは根本的に違います。旅 A モデルでは実際に音の出所が分散していることがほとんどですからね。どちらかというと低位感と言った方がいいと思います。今聴いている LP セプテッドのノックダウンという曲では上記の通りかなり低音をはっきり感じ取れます。トップガイはフラットなチューニングを意識したバランスのいいのが特徴なモデルです。そのメリットから音量を上げやすく、明瞭感、解像感が増して耳に飛び込んできます。ただし KZZAX や T-Hi-Fi T5 のような広域の出方がお好みの方には合わないかもしれません。価格が2万円台中盤ですし、個人的な好みで安易にお勧めすることはできませんが、音質に関してはお伝えできたと思います。個人的には今後ダイナミックドライバーモデルの基準としてこのモデルより気に入ったモデルが現れるまではメインで使用していく予定です。今聞いてみましたけど、愛もこれは好きな音質です。バイト代が入ったら買おうかな。グリーンがいいかも。愛ちゃんもすっかり気に入ったようですね。ということで、ナイス HCK トップガイのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。